さんの武道家たちが味わってきた宮平保先生の八極拳。自分も八極拳をやってみたいな。そう思っちゃったあなた、 DVD 大いなる遺産中国武術で宮平先生が八極拳の基本を解説しているんです。今日はその一部をご紹介します。あなたにもできる八極拳。肘で最終的には当てるというのがいわゆる超真鍮ではありますが、これはある意味大木があってその枝があってその先の話なので、それ以前にまず考えるのはこの幹の部分ですね。太い幹の部分、つまり立ち方。これはうちの道場でも非常に重視しておりますこのマーブーというこの魔法担当ですね。そこから全てが生まれます。マーブーというのは技術の母体ですね。ここから全てが生まれるように。なのでまずこのマーブーという立ち方自体を理解することの延長上に生えた枝として肘があるというふうに考えていただければよろしいかなと思いますので、まずはこの立ち方です。じゃあちょっと例題をいたします。まずこの形をまず肘以前の話としてのこの魔法担当ですね。ちょっとで、今パッと見た感じ、少し足と足の幅が広いかなと感じます。で、少し開いてついて大体この辺りですね。この辺りの距離です。戻してで、大体足幅をこんなもんですね。肩幅よりやや少し広い感じですね。で、沈めていきます。で、注意するのがこのつま先ありますね。つま先が外に開く。ちょっと外に開いてみてください。外8の字。これは悪い例ですね。いわゆる体に流れる、エネルギーといいますか、それが外に漏れていくようなイメージで思っていただければいいです。そしてこれを締める。軟剣であったり沖縄の空手の場合はさらに締めて三鎮というね締めますが、そこまではほっぱでは締めずにほぼまっすぐに近いですね。意識としましては内側にあります。で、少しじゃあシュッとしますね。つま先をあまり超えないような形になります。つま先をあまり膝が超えない。悪い例としてはこうですね。超えすぎです。つま先より膝があまりにも超えすぎ。これ良くないですね。なので少し合わせます。これですね。で、あまり後ろに行くと後ろに倒れてしまうので、これぐらいですね。これぐらい。少しこれぐらいでは大丈夫。これ足の長さであったり体格にもよりますけど、意識としてはつま先をあまり超えすぎない。超えすぎないというか前に出すぎないんです。で、こうやって低くやっていくと後ろに倒れそうなので、これ指で地面を掴むっていうんですけど、地面を掴む。指であまり力が入れないですよ。ただ意識としてグッという形で、そうすると、後ろに倒れようとするものを、足の指先で地面を掴む。後ろに倒れず足の指先で地面を掴むということでちょうど中心あたりを保ちます。そして細かく言いますと、この足と足の間にボールを少し挟んでるような感じで、ボールを挟んでるような感じであまり押し付けるんではなくて軽くふわっとボールを支えていくというイメージです。そして次手です。で、手少し上から見ていただくと分かりますけど、ここで円を作っています。これ手がまっすぐじゃないですね。中国の南拳ではちょっと指やってくれるこういうまっすぐ、完全にまっすぐの形もありますけど、我々がやってる武術は丸ですね。ここに大きな円を抱えています。大きなボールですね。ボールを抱えてる。で、このボールも重い何かものじゃなくて、なんていうかな、力を離すと落ちていくので、紙風船じゃないですけど大きなボール、これの軽く持ってるような感じですね。で、場合によってはここにもボールを持ちます。ちょっと見てみてください。ここにもボールを持ちますね。で、さらに細かく言うと指の間に小さいボールが入ってもいいですね。小さいボールがビー玉ぐらいのやつですか、入れてくるぐらいのイメージでもいいです。これはいらないでやる場合もあるんですけど、こうやってイメージをやります。そういうイメージをするということですね。そうです。
でそのボールがあって、そのボールを落とさないという意味ですか。はい、がっちり挟むじゃないですか。でもギュッてやっちゃいけない。それがっちり挟むじゃないですよ。なのでさっきちょっと表現で言いました紙ボール、紙風船じゃないですけど、こういったものをこう落とさないぐらい、はい、ちょっとずっとやってるのきついのでいいかい。それはきつそうですね。最初にお話があった北極圏の長虫のベースになるわけです。いや、そうなんですね。全然想像がつかない。このマーボーの話だったらこの木の太い幹の部分ですね。あ、幹です。で、あくまで幹ですね。じゃあその太い幹の部分、マーボーですね。はい、マーボーいきます。はい。で、この形からじゃあ北極圏の長虫に持っていきますね。じゃあ肘打ち。基本足はこの形ですね。はい。で、この肘打ちになります。はい。まあちなみにですけど、春樹君は北極圏歴は何年ぐらいですか？2年？1年？1年か2年。まあはい、こう見てる方々も、まだ北極圏歴1年ちょっと、まだ2年にはならないっていうのはちょっと理解して、ご覧ください。はい。で、こう作りますね。はい。で、まず特徴として感じるのは何でしょうかね。まずこの手の形とか。そうですね。この形がいわゆる肘打ちの感じとはちょっと違いますよね。OK、わかりました。はい。で、この肘打ちじゃなくてこう握り方がですね、はい、完全に握る、もしくは開いて肘打ちと、手刀鉛筆であったりということではなくて、いかにこれ体と一体化させるか。じゃあまずグッと握りましょうか。はい、グッと握って肘やりましょうか。これで見た目はさっきと何ら変わりはないんですけど、本人の中では多分力は今ここに来てると思います。前腕、肘には来てないですね。そうですね。はい、前腕に来てる。じゃあ手刀、これ今どこに来てる？いや、少しはここかもしれないけど、まだここにありますね。はい、ありますので、北極圏の握り方は徐々に開いていく形です。全部開けない、徐々にです。徐々に一歩一歩少しずつ開いていってますね。少しずつ開いていってますで、これをやる。まずこれ、開きっぱなしではなく握りっぱなしではなく、その中間ぐらいですよね。徐々に開いていってますね。で、さらにこの腕をここに先端に持ってくるにはさらに曲げてください。はい、今まっすぐですね。まっすぐこれをさらに曲げる。今もう相当ここに来てると思います。はい、ここ曲げたんですね。今曲げました。先ほどはまっすぐです。ちょっとこの辺から映していただけば分かりますけど、まっすぐですね。まっすぐ。手の形はこういうふうになってますが、まだまっすぐですね。で、見てる方々も自分で実験なさってみると分かると思うんですが、この感覚とさらに曲げる、相当先端に今意識がきます。なるほど。はい、意識がきます。ですのでアッパーでなくて、これが、この木の幹、大木、ここから出てる枝ですね。枝、なので枝はこうグラグラしてはいけないので、こう押されても、腕がちょっと悪い例いきますね。ちょっと上がってしまっていると、押されるっていうのは、彼がこの形で相手に肘で打撃すると、作用反作用で跳ね返ってきますから、こういう感じでいきますね。じゃあもう一つの悪い例、ちょっと下反作用、こういう感じになります。なりますね。少しこっちに行き過ぎる、当然ですけど、当たった時はこうなりますね。後ろですね。当たった時に当然こうなります。良くないので、その一番センター、これを狙いますよね。いわゆる前から押されて一番動かない場所というのが本人の中で感覚として掴んでいきますね。いわゆる当たった時に一番強烈にこう相手の体にこうめり込むということですよ。で、そのコツとしてぜひ見てる方々こう自分で実験されてほしいんですが、この肩、三角筋がありますね。三角筋、ここにくぼみ、ここにくぼみが出ると、くぼみが出るっていう状態は、肩が上がるというのが今悪い例としてね、出して肩が下がった状態、そしてこうやる、でここにくぼみができます。ちょっと監督、カメラそのままで指だけ触ってみていただきます。ちょっと分かりにくいですよね。でさらにくぼみできると、ちょっと監督僕の触ってください。すごいめっちゃくぼんでるすごいくぼみますよね。これぐらい肩を沈めるんですね。
そうでそうなるといわゆるこのアッパーであったり腕でならないので、ある意味その太い木のこう枝として、この太い木にがっちりこれ枝がくっついてる感じになります。なのでこうブレるということがないんです。それは外から見ててもなかなか分かりづらいですね。まあよく例えばこう突きでもボクシングでも他の格闘技でもそう思うんですが、相手の頭の後ろに打ち抜くように、つまり表面にパチンと当たるんじゃなくて頭をこう後ろに打ち抜くようにっていうんですね。打ち抜くように、これも同じで相手の表面に当たるときこれじゃなくて相手の中にズボッとこう入ったときがこの形でやってほしいんですね。なので最初からこの形を作ったままこのまま僕に突進してくると難しいんですね。一見簡単そうですけど、もうこの形が今できてしまってますね。この形をできたまま僕に突進してくる。聞くようで、なかなか難しい。軸をずっとます。でそれよりは一回、この形をじっくりですね、この形を自分のこの肩の反復練習で体に染み込ませることで、まずこれを体の中にしっかり感覚として覚えます。そして使う時は一回忘れる。で忘れる。でこう書く。でこの当たる瞬間だけ一挙にさっきの形をこういうと思ってください。今説明したのはじゃあ最後の形、この形のままぶつかってくる。これ難しいです。最初はしっかりできても当たる瞬間に軸が、当たってきて軸がぶれたりすると意味がないので、それよりは最初は形がない、格闘ですから形がない、当たるめり込む瞬間に形がドッという形ができるというのが大切ですね。こちらから見たら正面になるんですけど、相手目線から見たらいわゆる横になってるってイメージですよね。相手から見て横になので八極拳の肘はこの横になった面で打ってくるってイメージが一般的にはあると思うんですけど、じゃあこの形で八極拳の肘っていうのではなく、ちょっと八極拳の消化式の形やってみよう。まずは体は正面向いてます。正面向いて、じゃあそして正面からドンとぶつけてくるんですね。横の形から肘を打つのではなく完全に正面、そしてここから横に。これがその八極拳の、長中の特徴なのか、これは八極拳自体が持つ特徴。八極拳全体がそうです。今は八極拳消化式の最初の動作の、聴診中ですけど、ちょっともう一個お願いしますね。まずこう打ち込む。でこの形が八極拳では突き、これ何ら矛盾しないんですね。今は突きです。これも突き、この形でこの形が小手、全部一致してます。その形が曲げると肘です。全部同じです。だから距離によって相手を突く、距離によって小手を打つ、距離によって肘を打つ、距離によってなんなら体当たり、あまり軸ずれないように、軸ずれない、体当たりプラスということでやってることは同じです。で場所によって突き、場所によって突きですよ。小手、肘、体当たりとやってるだけですね。蹴りがいやー、すごかったですね。もっとたっぷり見たい方はぜひ DVD 大いなる遺産中国武術をお買い求めください。今回は DVD2 枚組4時間とスペシャルファンブックがセットになっています。中国武術家宮平保、一見ミステリアスにも思える宮平の技術、それは遠い昔から幾多の武術家たちに受け継がれてきた大いなる遺産。なぜ一瞬で相手が崩れ落ちるのか、どうしてあれほど危険なのか、そこにはどんな原理があるのか。カイドウの指導者であり柔道整復師でもある中野哲司が人体という観点から迫る。沖縄剛柔流空手の継承者八木昭人は伝統空手の立場から検証する。
そして宮平自身が八極拳の基本を公開するあなたにもできる八極拳。ここにくぼみが出る、このスタート地点で崩してます。この時点で関節や急所で相手を崩す陳那の奥深き世界。宮平保の技術にあらゆる角度から迫る大いなる遺産中国武術。最後にビッグニュース。4月29日天行健中国武術館の東京セミナーが決定。講師は黒帯ワールドでおなじみの石川真理さん。ぜひご参加ください。